はい、こちらはアイスフォーゲルです。お色が綺麗です。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。誘引といってもシートが硬くてほとんど曲げられずに、ほぼ垂直のまま支柱に沿わせているだけになっています。シュートを倒せなかったからだと思うのですが、上の方にしかお花がついていません。お花を近づけますと、割とクラシカルな感じのバラの香りがほのかにしていると思います。はい、こちらはミス・ディオールです。私がバラを始めたばかりの頃から育てているので、この子も10年以上になります。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子は11年前に武井さんから大苗の裸苗でやってきた子です。当時はマシェリというお名前だったのですが、ミス・ディオールに名称変更したようです。お花を近づけますとかすかに香りがわかるようです。つぼみが多かったミス・ディオールもだいたい満開です。大雨によるお花傷みもあまり気になりませんでした。はい、こちらはドンファンです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子もシュートが硬くて曲げられずに、ほぼ支柱に沿わせてあるだけなのですが、あまりシュートを倒せなくても枝の途中から花枝が出てきてくれるようです。お花を近づけますとティーの香りが際立っているようです。一年中よく咲いてくれるつるバラはあまりないですし、気に入っています。はい、こちらはローゼンドルフ・シュワリース・ホップです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。今年は花つきが控えめのようですが、まだ小さいつぼみもあちこちにあります。お花を近づけましても香りはわからないバラです。はい、こちらはフランボワーズバニーユのその1です。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますとダマスクとティーの香りがしています。この子もシュートが硬くて枝をあまり倒せないでいるのですが、割と株元の方からお花が咲いてくれるバラだと思います。あとは四季咲き性があったら完璧なのになと思うバラです。はい、こちらはマリー・アンドゥラ・マルティーヌです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますとかすかに柑橘系ではないフルーツの香りがしていると思います。風に揺られて咲く姿がとっても可愛いのですが、お花持ちはあまりしないバラです。
はい、こちらはロゼタンジェです。この子も私のお気に入りです。ピンクのポンポン咲きのグラデーションがとっても可愛いと思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけましてもほぼ香りはわかりません。この丸いつぼみもとっても可愛いと思います。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラなんですが、この子のお母さんは皆さん大体予想がつくんじゃないでしょうか。この子はお母さんがダフネでお父さんがイーハトーブの香りです。全体像としてはこんな感じです。かなりおおらかに横に広がって育っています。お花を近づけますとティーベースのとっても優しい香りがしています。つぼみがこちらとこちらにあと2つあって、下の方の葉っぱに黒点病が出ていますが、大体は健康的な葉を保ってますので、そこまで大病性が悪いというわけではないと思います。これからどんな風に育っていくのか楽しみな子です。はい、昨夜はバラの枝が折れるほどの強い雨が降ったにもかかわらず、ダフネの子供はお花が全く崩れていませんね。咲いて数日経つ子なのですが全く平気です。さすがダフネの娘ですね。感動しました。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがアプリコットドリフトで、お父さんがイーハトーブの香りです。お花を近づけますと、この子もティーの香りがしています。黒点病にはとても弱いようですが、この子も可愛いなと思います。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフュームで、お父さんがキャラメルアンティークです。お花を近づけましても香りはありませんが、とっても可愛いお花だと思います。お色もいいと思います。この子も体質はカーディナルフュームに似ているようで、黒点病には弱いのですが、花つきはとても良さそうです。透明感のある花びらもとっても素敵です。ちなみにダフネの子と同じ日に咲いたカーディナルフュームとキャラメルアンティークの子もお花が崩れていませんでした。キャラメルアンティークも割としっかりお花形を保つ子ですもんね。ポンポン咲きのような形のお花が可愛いです。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフュームで、お父さんがハイディクルムローズです。
鼻を近づけますと、かすかにフルーツの香りがあると思います。この子も体質はカーディナルフュームによく似ているようですね。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。